4月15日昼のね、今12時ぐらいです。まさにちょうど先ほどポルトガルを出国してスペインに入りました。スパインに行ってきました。ポルトガルと雨っていう概念が全然結びつかなくて、テント干したまま寝てて朝起きたんですけど、なんか洋画みたいな感じで、まずは悪い知らせがあるって言って起こされて、なんだと思ったらご覧のありさまですよ。いや、気持ちいいな、ほんと。中洲とかいいね。でも中洲は危ないからね。野宿はダメだね。オリビエラ・デ・フラーデスっていう町に、今着いたところですね。これちょうど丘の上からの景色なんだけど、この辺の山あいにしては多分一番大きな町っていうことになるのかな。レストランと大きなスーパーマーケットもあって、で野宿場所も見た感じね、探せば簡単に見つかりそうな感じなんで、今日はここで切り上げます。夕食はこんな感じで、ポルトガル名物のイワシのオリーブオイル缶詰。これはもうちょっとバゲットみたいなの欲しかったんだけど、クロワッサンしかちょっとなかったんで。で、もう安定の生ハムだね。こっち生ハムがものすごく安いんで、これはプロシュートって名前だと大体これが出てきます。で、大体これが2ユーロちょっとだったんで300円ちょっとぐらいかな。 150g 入っててなかなか食べきるの大変で、ビール。ポルトガルはどこ行ってもこの銘柄スーパーボック、本当にはこれしかないんですよ。で、見てた感じ一応他のもあるにはあるんだけど、例えばそのレストランとかカフェとか入ると、そうすると 99% スーパーボックが出てくるという風になっております。今日はちょっと非常識なことをしている自覚はあるんですが、部屋の中でテントを干しています。昨日なんかはね、本当に体調悪かったのはあって、6、7時間、8時間とかかな、もっと動き続けて60キロとかだったんだけど、これで今もうね、開始1時間ちょっとですけど20キロ稼いだんで、非常に調子がいいです。すぐには雨の前に何やらこのやる気のありげな道が見えますけど、これを越えないといけないです。300アップぐらいで、どうしてもこれを越えなきゃいけないんで、ちょっと今から腹くくって1時間ぐらいなんかかかりそうな見た目してるけどね、で頑張っていこうと思います。峠登り切りましたよ。これ登り切ったと言っていいだろう。あとちょっとだけだからで、こんな感じの景色で結構いい景色でしょう。こっちの国はね、日本と違って植生があんまりないんで、これ今標高が900、800ぐらいなんですけど、意外とそれでもこれぐらいの見晴らしの良さがあります。
想外だったけど、で今高速道路の橋脚の下にいます。またうるさいんだよね。でもね、今ちょっと雨降ってて、雨防げるだけ本当ありがたい。これはなんか途中で寄ったガソリンスタンドのおっちゃんがここを連れてきてくれて、ここなら行けんじゃねっていうことで今やってます。高速の下ってだけならいいんだけど、すぐそこ国道が通っててね、見えるっちゃ見えるんですよ。で一応ここはね、ほとんどないと言えばないんだけどね、落書きがあるにはあるんでね、雨の日だからわざわざ来ないと思うけどさ、ちょっと見つかって変なことになったりしないように、それだけ祈って寝ようと思います。いや、想定外の音から我々の塾っていうのはね、あんまり気分がいいんじゃないし、これうるさいし、誰が見つかるのも嫌だし、なかなかしんどいというかしんどいですね。自分でも驚くのはもうね、完全にこれ慣れてきちゃって、なんていうの、野宿場所ってね、こういう寒い日にね、野宿場所をまだ決めずに探してる間っていうのはね、すごい不安感があるんですよ、割と。いざ一度見つけてしまってね、テント張ってしまうと、割となんていうのかな、全然平気なんですよね、精神的にも。不思議なもんでね、自分もだんだんなんかたくましくなってきてるなと感じてますけど、この手のたくましくなり方っていうのはつまりどんどん社会性が失われてってるって意味なんで、ちょっとどっかで踏みとどまらないとなんか本当にね、なんか移動する古事記みたいになっちゃうから、そうならないように気をつけていこうと思います。じゃあおやすみなさい。4月15日昼のね、今12時ぐらいです。まさにちょうど先ほどポルトガルを出国してスペインに入りました。スペインに入ってました。